こんにちは、なぎです。今回はインスタで募集した勉強系のご質問にお答えしていきたいと思います。本当にたくさんのご質問ありがとうございました。早速いきます。いつも勉強の時は何を飲んでますか？コーヒー、コーラ、お茶が多いです。シンプルに好きな飲み物を飲んでます。付箋の使い方について知りたいです。付箋は基本的には見やすくするため、色を分けて見やすくするために使ってます。で、メモとかその時勉強して思ったこととかを書くことが多いです。普通にダイソーとかで売ってるこういうやつを使っています。特にそんなに変わったことは書いてないです。見やすくするために注目ポイントみたいなところを付箋に書くことが多いです。勉強を始めるぞというスイッチを入れる方法が知りたいです。こういうご質問は結構いただきましたね。すぐに勉強を始めるにはどうしたらいいですかとか、とりあえず勉強道具以外のものを目の前から排除するとか、あとは1曲だけイヤホン爆音で音楽を聴くとかは受験生の頃はよくやってました。好きな音楽を聴いて終わったらパッて始めるとかですかね。それは割とおすすめかもしれないです。はい。でも多分一番いいのは目の前のものをきれいにするとか、そういうのがいいかなと思います。あと結構多かったのが、勉強中音楽聴きますかとか、無音で勉強していますかとかが結構多かったですね。で、私は無音がすごい苦手で、何かしら音を聞いています。で、環境 YouTube にいろいろ載ってる環境音とか自習室の音とか、そういうのが結構私は好きで、受験生の時は鉛筆を書く音とシャーペンを書く音とか、それが気に入ってて、それをよく流してやってました。スタディウィズミーでも結構焚き火の音とかそういうのを使って出してる方がいると思うので、それもおすすめだし、あとおきちゃんが皆さん大好きなおきちゃんが出してると思うんですけど、動物の森の BGM、 あれもめちゃくちゃいいですね。で、集中したい時とかはそういうので、割と頭を使わない大学の課題とか作業系は普通に好きな音楽を聴きながらやることが多いです。全然知らない人の曲とか聞いたこともないような曲とかを流すのも変に音楽に浸りすぎなくて結構いいかなって思います。ボールペンでノートをまとめるメリットってありますか？私はめちゃくちゃボールペンユーザーで、メリット、そうですね、芯が折れない、書くのが早いですかね。この2つがめっちゃいいなと思います。で、同じ方が大学生って大体黒ボールペンでノートまとめたりしてる人が多いですかっていうことなんですけど、高校とかよりはさすがに多いけど、別にでもシャーペンの人もたくさんいるかなって感じです。私は筆圧がすごい筆圧が強い上に字が小さいので 0.3 じゃないとシャーペンだと綺麗に書けないんですね。ですぐボキボキ折っちゃって、それがすごいストレスなので、ボールペン、大学から高校もちょこちょこ書いてたけど、大学は本当にボールペンしかほぼ使ってないですね。メモが多いっていうのもあると思うんですけど、で、あとはあまり私は綺麗に書こうっていう意識があんまりないので、間違えたりしても別にぐちゃぐちゃってやっちゃえばいいなっていう人なのでっていうのもあると思うんですけど、綺麗にめっちゃ書きたいなっていう人はそうですね、消せないので、そこがちょっとデメリットかなとは思います。1日何時間ぐらい勉強してますか？私は本当にめちゃくちゃ日によるんですけど、テストじゃない時というか普通の時は3時間4時間ぐらいじゃないですかね。はい、そんぐらいだと思います。どうやって集中力を上げていますか？私は集中力多分めちゃくちゃないタイプですね。全くというか集中力ないので、長時間やらない、こまめに時間を区切る、最長1時間ぐらいで区切って休憩してっていう風にやってます。
カフェ弁のいいところ知りたいです。誘惑物がない。やっぱ家だといろいろあるじゃないですか。パソコンもあるし、本とかもあるし、楽器とかもあるし、いろんなことできちゃうんですけど、カフェ行っちゃえば、勉強道具持っていけばそれしかないので、多少携帯いじったりとかしても家にいるよりはだらけないなっていうふうに思います。あと作業をしてる方が結構多いところとかだと、やっぱりみんな周りの人もやってるから私も頑張ろうみたいになるかなと思います。何学部ですか？文学部です。外国語の勉強の際、今まで分かってたものが急に分からなくなることはありますか？自分でこの程度の理解をできると認識していたので、その範疇を超えて下がっています。これ分かりますね。なんか急に英語ができなくなるとかで、分かってた簡単な問題が急にできなくなるみたいな子がちょこちょこいるっていうことを先生に聞いて、私もそれになったかはちょっと際どいんですけど、お友達でもそういう風になった子がいて、なんかそういうことが起こるらしいです。ちょこちょこで、そういう時はめっちゃ簡単な問題、めちゃくちゃ簡単な文系 SVO とかがすごい簡単な問題をやってみるっていうのが解決策としてはいいみたいです。なんでその急に分からなくなっちゃうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、そういうのが起こることはちょくちょくあるみたいで、簡単な問題に戻ってやってみるっていうのがいいみたいです。ネギさんは高校受験でどの英単語帳を使っていますかしたか？私はごめんなさい、高校受験していなくて、中学受験で中高一貫に入っちゃったので高校受験はしていないんです。ごめんなさい。毎日どんなことを勉強すればいいのかわからなくて。高校生です。高校生だと受験生ではないのかな、多分 1,2 年生だったら、英語をやっておいた方がいいと思います。なんかとりあえずやっとくっていう考え方はあんまり好きじゃないんですけど、でも英語はやっといて損はないと思います。はい。その後、実は大ファンです。いつも Vlog 楽しませていただいてますっていうコメントいただいてます。ありがとうございます。わからない問題に当たった時、どのように解決していますか？ものによりますけど、英語とかだったらとりあえず飛ばす。時間がない系はとりあえず飛ばします。私は焦るとわかる問題もできなくなっちゃうので、時間がない系の科目だったらとりあえずわかんない問題は飛ばします。で、暗記とかだと関連事項を必死に思い出してなんとか頑張ります無理なことも多いですね。大学入学までしておいた方がいい勉強などありますか？これ英語ってなっちゃうんですけど、英語は勉強しておいて損はないです。でも入学する学部の勉強というか、まだ全然わかんないかもしれないけど、そういう学部の本、大学に入ってから専門として勉強しそうな内容の本とか、そういうのを読んでおくのもいいなって思うし、将来についていろいろ勉強っていうかあれだけど、自分の興味があることとか勉強してみたらいいかなって思います。普段何の勉強をしているんですか？私はテスト前くらいにしか勉強しないのですごいです。普段は多分勉強っていうか課題が私は結構多いので、課題がほとんどになっちゃってる時が多くて、それ以外だとTOEIC の勉強とか、あとは趣味で勉強っていうか分かんないけど趣味でやってる韓国語とか、あとは普通の学部のちょっと専門っていうか興味のあることを調べたりしています。そういう感じです。苦手な勉強どうやって取り組んでいますか？苦手克服にはどうしたらいいでしょうか？苦手な勉強、受験科目とかだったらもうやるしかないので、もうしょうがないなって思ってやってます。苦手克服には勉強に関しては勉強するしかないと思いますカフェで勉強の様子撮るときはスマホでどんな風に撮影していますか？恥ずかしさとかありますか？スタンド、こういうやつをいつも使ってここに携帯立ててやっています。あとは前が壁、そうですね、後ろの人があんまり映らないような席を選べたら選んでやってますね。恥ずかしさ、一応携帯の画面は暗めにしています一回めちゃくちゃ撮ってるみたいなのってなるとちょっと恥ずかしいですね。でも、それぐらいですね。そんなに躊躇することはないです。高校時代模試前などはどんな勉強をしていましたか？
前か直前とかですかね。その模試の形態、例えばセンターじゃない共通テスト模試とかだったら共通テストの過去問をちょっと解いてみたり、あとは普通に苦手な科目を重点的にやるとかですかね。時間がない系の模試だったらとにかく時間を意識して時間を計ってその時間内に解き終わるってことの練習をよくしていたかなと思います。あとは苦手なものノートみたいなのを私は作っていたんですけど、苦手なものだけを集めたノート、それを振り返るとかをよくやっていました。寒すぎてお布団から出たくないけど勉強したい時どうしてますか？あんまりこういう経験がないんですけど、でも寒さ対策としてはまずお布団から出る前にまず暖房をつけるで暖かくなってから出るっていうのはやってます。それそんな感じで勉強時間と休憩時間で何分ずつで分けてますか？いつも YouTube が勉強のモチベです。ありがとうございます。勉強時間と休憩時間は、特に1時間10分休憩とかそういうことは、最近はやってないです。全然受験生の頃はやってました。なんだっけな、20分ポモロード方式っていうやつで、20分とか25分ぐらい集中してやって5分休憩っていうのでやってました。 YouTube で検索するとたくさん出てきます。それでやってました。集中力がないので短めに区切ってやれたので、これは結構良かったかなと思います。大学の課題などのスケジュール管理はどのようにされていますか？教えてほしいです。私はめちゃくちゃ紙に書きます。こういう風にこれが無印のこれですね、チェックリスト、無印のやつを使って普通にこれに書いて、やることとこっちに期限の日付を書いて終わったら消すっていう風にして、机の横に貼ってあります。大学のテスト勉強に悩んでいます。コロナで関わりなさすぎて先輩から過去問とかももらえないので、私もあんまり対面でテストをまだやってなくて、コロナのせいでなのであんまりバチバチなテスト勉強みたいなのやってないんですけど、やっぱり友達と協力するじゃないですか。あとは先生に聞く、割と友達同士で協力してやるっていうことが多いです。第一でレジュメの印刷で悩んでるんですが、全部印刷されてますか？私は割と印刷してますね。割と紙が好きっていうか書くのが好きなので割と印刷してます。でもめちゃくちゃ多い授業、たまに一つの授業で30枚とか40枚とか使う先生もいますけど、さすがにそういうのは印刷してないです。でも基本的に印刷することが多いです。勉強の合間の休憩は何してますか？ YouTube ですね。一時期本当にドラマ映画を見てたんですけど、やっぱり止まらないですよね。冷静に考えればそうなんですけど、 YouTube だと、10分とかじゃないですか。なんで好きな YouTuber さんとかの動画を1本見るとか、そういう風にして10分ぐらいならちょうど区切れるしちょうどいいかなっていう風に思って、最近昔は結構そうだったんですけど、最近また YouTube に戻ってきた感じです。色ペンの使い分けを知りたいです。私あんまり色ペン使わない。赤と青、この3色ボールペンを基本的にこれしかあんまり使わない。あと蛍光ペンは以前動画で紹介したマイルドライナーを、蛍光ペンはこういうのをここら辺を使うんですけど、特に使い分けは決めてなくて適当に見やすいように引いてることが多くて、赤と青も本当に適当、メモは青みたいなことが多いかな。あと線、こういうのは見やすそうだなっていうのでなんとなくで引いてます。ごめんなさい、適当で。暗記の科目はどうやって勉強していますか？暗記系のご質問はすごくたくさんいただきました。暗記の科目は私は本当に英語の単語とかも暗記だと思うんですけど、英語の単語だったらこういう風に英語の勉強のことも結構聞いていただいたので、これは英語の勉強法にもちょっとなるんですけど、単語はこういう風に
なんか単語帳あるじゃないですか。皆さんがなんか使ってる単語帳で何回も間違えたところをこういう風にここに書き出して、でこっち日本語っていう風にやってます。でもうそれでもめっちゃ間違えるみたいなやつにこうやって蛍光ペン引いて何回もやるっていう風に単語はやってます。でこうやって書き出すで、その書き出す時に派生語っていうか形容詞名詞動詞とか似たやつがあったらそれも全部一緒に書き出しちゃうっていう風にやってます。トイックもそうだし、大学受験も結構品詞の問題って出ると思うので、ここで書いて一緒に覚えちゃうと役に立つかなというふうに思います。で英語はこんな感じでオレンジペンで書いて赤シートで隠すっていう方式が結構多いです。何でも割とそうかも。高校生とかだと、私は世界史だったんですけど、ノートに先生が書いた板書を、もう一回まとめ直して重要なところを全部、オレンジペンで書いて赤シートで隠してやるっていう風にやってました。それが多かったかなと思います。で、単語はさっき話したんですけど、英語の勉強法を教えてほしいです。これもたくさんいただきました。TOEIC の勉強教えてくださいとかも。TOEIC の勉強法は以前から本当にたくさんリクエストというか教えてくださいというふうに言ってくださっていたんですけど、割と最近初めて私も受けて、まだ点数も出てないんですよ。なのでこの勉強法がちゃんと効果が出るかどうかっていうのは正直わからないんですよ申し訳ないんですけど、でも自己流でいいので教えてくださいっていう方も結構いらっしゃったので、私流の勉強法、しかも英語苦手な人間なんですけど、この勉強法をちょっとだけ紹介すると、単語はさっきの感じでやっていて、長文読解は私的に結構いいなっていうのはこれ TOEIC とかに限らないんですけど、あんまりいい問題がないんですけど、長文大学受験だと割と普通の長文読解で、これちょっと TOEIC でちょっと違うかもしれないんですけど、こういう問題だと段落ごとにめっちゃ区切るっていうのを先生におすすめされて、でそれをやって結構私はよくできるようになりました。ちょっとやってみると見えるかな、あんまりちょっと本当はもっと濃く書いた方がいいんですけど、こういう風に段落で、四角く囲みます。でこれすると段落ごとに読んでるっていう意識みたいなのが上がって、なんかふわっと英語って読みがちだと思うんですけど、これすることによってこの段落はこういう話、この段落はこういう話っていうのが少しは分かりやすくなるかなっていうふうに思っていて、結構大学によるんですけど、過去問で完全にもうパラグラフごとに問題が設問があるっていう大学だとこれ結構使えるかなっていうふうに思います。はい。あとは長文はこんな感じで、文法は本当になんか文法の問題集をめっちゃやるっていう感じ。あれを精読っていうのかな、 SVOC を時間がある方はね、高1高2の方とかでまだ受験まで時間があるよっていう方は SVOC をちゃんと触れるようにそこを精読に時間をかけると後々すごい楽になるかなっていうふうに思います。文の構造を取ってみるっていうのを少し時間がかかってもやってみるといいなって思います。で TOEIC に関しては多分時間がないですよね。私も正直間に合わないんですけど、まだ全然時間を計ってとにかくやってみる、受験もそうだと思うんですけど、時間を計って実際に家で解いてみるっていうのが一番大事かなって一回受けてみて思いました。こんな感じでいかがでしょうか。はい。英検がもうすぐなんですけど、合格ライングレーゾーンで不安で仕方ないです。あと1週間で過去問より基礎固めをした方がいいですか？そうね、1週間とかだと過去問もやった方がいいとは思うんですけど、苦手な文法事項とかのそうですね基礎固めを重点的にやっ
った方がいいかも。でも英検って結構過去問から出るみたいなとこありますかね。ごめんなさい、英検を私中3ぐらいから受けてないのでちょっとわからないんですけど、基礎固め重視でいいんじゃないかなと思います。パソコンのアプリ教えてほしいです。勉強に使っているものなど。パソコンで勉強系のものはほぼというか使ってないです。はい一個も、使ってないです。毎日勉強する中でこれだけは絶対みたいな目標とかありますか？私はあんまり立てないですね。今は時間、例えば何時間は勉強するなどあんまり時間で決めてないです。締め切りのが近いやつがあってこれだけはとかはあるけど、毎日でどうこうみたいなのはないですね。はい。最近よく私のモチベです。これからも一緒に勉強させてくださいっていう風にコメントいただきました。ありがとうございます。フラ語の勉強の仕方が知りたいです。本当にできないんですけど、教科書の活用みたいなのをごめんなさい汚いんですけどこういう感じでルーズリーフに書いてひたすら覚えました。それだけです。一つの教科に特化するとかダメですかね。なんかその教科しか勉強する気にならなくて。受験生ですかね。受験生だったら得意科目があるっていうことはすごくいいことだと思います。でもやっぱり何か一つすごい苦手な科目があってそこでガーンって落ちちゃうとやっぱり偏差値法とかの場合にすごい不利になっちゃうので、バランスが大事だなっていうのはすごく思いました。なんでなるべく、まんべんなく勉強できるのが理想だと思います。はい、こんな感じでいかがでしょうか。全部はちょっと答えられてないかもしれないんですけど、なるべく似たような質問にお答えできたかなと思います。本当にこんな私にたくさん質問をしてくださって本当にありがとうございました。また機会があればこういう質問系の動画を撮りたいなというふうに思います。よかったらこれからも動画たくさん見てくれると嬉しいです。では以上で終わりです。ありがとうございました。